は、デザインと移行前に実施されたアップデート、伴う変更点についてお伝えしていこうと思います。このオープニングを撮影して1月20日現在は、スイッチだけどなぜかわからないんですけども、9月のリリースが遅れてて、まだアスファルト9のままになってるんですけども、この動画が出る頃にはさすがにないとなってるんじゃないかなと思います。今回のアップデートに伴う変更点は全部で8つあるんですけども、1つ目がショールーム機能の追加で、2つ目がワイルドカードの機能ですね。3つ目が新車両の対応追加と、4つ目がクラブ画面の表示方法の変更、5つ目が新クレジットでシーズントークですね。これの追加と、5つ目が新コースのレートとスカンの追加、7つ目がスポンサー機能の追加で、最後8つ目がトレジャーハントイベントの追加となっております。ワイルドカードの寄付やスポンサーのやり方がよくわからないとか、クラブ画面に行けなくて困ってる人がいたら、今回の動画を見ることでそういう疑問を全て解決できるんじゃないかなって思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではね、今回のように皆様の役に立つ情報とか、視聴者様のリクエストに答えたりしていきますので、見逃したくないよって方はチャンネル登録と通知設定お願いします。それでは早速詳しく見ていきましょう。はい、というわけでね、まず最初はショールームということで、これが多分ね、一番大きい筆かなと思います。ショールームって何かっていうと、なんか車のね、設計図がもらえるイベントとなってて、カーハントの一つの車だけ設計図がもらえるといったようなイベントになってます。これ、特注ってなってるやつは、アンロック条件、ガレージレベル17と、なんかね、こういうね、条件とかもついてますね。で、制限の日にちがついてて、7日とか5日とかいろいろあるんですけど、これはね、言うても俺もこの i8 のやつやってみたんですけど、全然設計図がもらえないということで、あまりやらなくてもいいかなとは思います。でもね、ここにあるこのナルドに関しては多分やった方がいいかなと思います。僕はもう鍵持ってるからあれなんですけど、鍵もショールームでもらえるという風になってます。なので、鍵もらえるやつはやった方がいいのかなとやって思ってます。個人的には。でもね、設計図のマックスアップグレードイベント、これはね、マジでやらなくていいかなと。時間が無駄なだけ、本当にもらえないんですよね、設計図が。なので、個人的にこれはやらなくていいかなと思います。2つ目の変更点、ワイルドカードの寄付機能追加ということで、クラブ画面からクラブレースの横にリクエストっていうボタンがあると思うんですけど、ここでね、リクエストしたアイテムを選んでくださいっていうのがあるんですけど、これ多分よく分かってない人多いんじゃないかな。例えば、自分が C クラスの星4の車があと設計図1、例えばステリアドップとします。それが1枚で星5になる。そういう時に、こうやって選んで確認って押すと、これはただのリクエストであって、例えばこうやってリクエスト出てるじゃないですか、今、ワイルドカード C 星4。俺は自分なんで押せないんですけど、誰か寄付できる人が、この寄付するっていうボタンを押してくれて、そこでクラス星4を選んでくれたら、リクエストした俺がワイルドカードの C 星4が1枚もらえるという風になってて、これはどのワイルドカードも使えるんですけども、絶対24時間に1回ということで、さすがにそれはね、制限ついてるみたいですね。そういうかなり便利な機能になっておりますので、これは皆さんね、1日1回やったらいいかなと思います。早速誰かが寄付してくれたので、僕は C クラスの星4のワイルドカードをもらえたと。誰や寄付してくれた人。ゆずぽんありがとう。これ多分寄付した側も24時間使えないのかな。ちょっとそこはわかんないんですけど、多分そんな感じになってるのかなと思います。はい、ということで、5つ目の変更点は、車両の大量追加ということで、これはね、多分各機種とユナイトに向けて合わせるための大量追加だったのかなと思います。今回は5段階評価で1、2、3、4、5。見た目関係なく、性能だけで5段階評価していきたいと思います。評価としては、1が全然使えない。2が使えない。3がまあまあ、普通ですね。4がまあまあ使える。5がめっちゃ使えるという風にやっていきたいと思います。まずはこちらの911カレラですね。これはね、どうなんだろう。1かな。ニトロもハンドリングも加速も悪いし、まあ最高速度も割と悪いということで、多分これは悪いですけど、1ですね。これは多分ね、全然強くないね。次ね、はい、こちらの 370Z ネオンエディションということで、星1だとかなり弱い生活になってるんですけど、マックスにしたら割と使えると思う。最高速度がちょっと壊滅的に悪いので、3ですね。次は、こちらのバンテンですね。これめっちゃ強いと思うよ。でもハンドリングのデトロがね、悪いですね。なんでこれ4でいきたいと思います。消えるバンテージ事件ということであったんですけど、スイッチは消えないようになってますね。D クラスはこれで終了。C クラスは、まずこちらですね。ハンドリングデトロ割といいんじゃないですか、この車は。なんでこの車、最高速度が難しいですね。3かもしれない。最高速度がちょっと低めに設定されてるので3かな。次、下のこちらのベンツですね。これは最高速度が割と高いです。でもそれ以外がかなり高いです。これも3かな。最高速度と加速は割といい方なんですよ。次、こちらのですね。かなり僕好きです。かっこいいんで。性能かなりいいんで、これは4でいいんじゃないですか。加速がいいですね。で、ハンドリング、2個ちょっと悪いんで、4でいきたいと思います。最高速度もね、320キロで、初期ステータスなんですけど、割と強いですね。鍵車でもないので、かなり取りやすいんじゃないかな。35枚でアンロック。ありがたい。とてもアンロックの設計図が少ない。次、こちらですね。Z マソ。これ、カーハン今来てるんですけど、1ミリもやっておりません。てか、終わったな。この車、でも割と強い。これ、4でいいんじゃないですか。加速がいいし、最高速高いし、でもハンドリングとニトロがあれだな。4と3の間ですけど、まあ、どちらかといえば加速がいいんで、4かな。まあまあ使える方なんじゃないかなと思います。次、出てまいりました。パナメーラですね。もうこれもダントツ5。やばすぎる。本当にマジで強いですね。初期でも加速どうだったかな。関数87と。やばいので、もうこれはもう絶対5ですね。やばい。本当に強すぎる。これは絶対5。じゃあ次 B プラスいきましょう。まず最初 M4GT3。こちらのマシンで
ですね。これは最高速が B クラスにしては低い。まあ、割といいので、でも使えるか使えないかで言ったらもう裏缶とかね、たくさんいるので、まあ2なんじゃないかなとは思いますね。1ではない。次はこちらのマシンですね。これなんかイモラみたいな挙動ということで、スマホ版の人がめちゃめちゃ言ってたんですけど、ステータスとしてはまあめちゃくちゃいいと思いますので、まあイモラみたいな挙動ということ多分補正ついてるんで、これはめっちゃ使える。でも最高速度が裏缶ぐらいか。まあでも裏缶キラーとしていいんじゃないかな。なので、これも5でいきたいです。続いてこちらマクラーレンのなんかよくわからない車ですけども、これもめちゃくちゃ使いやすそうですね。でも最高速はちょっと低いので4かな。でもこちらもかなりね、最高速以外のステータスめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。次はこちらですね、アポロエボですね。もう後ろがめちゃくちゃやばいデザインになってるんですけど、これめっちゃ強いんじゃないですか。これも5じゃないですか。5だと思います。個人的に。これで B クラスは終了。次、A クラスですね。こちらの DBS ですね。これはでも A クラスでしょ。難しいところですね。こちらまあでも4かな。ちょっと最高速度が低いかな。でもそれ以外は割と、でもハンドリングもそうね。なんで4か3ですけど、どちらかといえば4という方で。次、こちらの935ですね。これはやばい。これね、なんでヘッドライトないのっていう感じですけど、性能の方これかなり、でも最高速度がかなり低い。難しいところですけれども、最高速度以外めっちゃいいんで4で行かせていただきます。次は、これだね。何このサメみたいな車。サメやん、ほんまに。でもこれ A クラスですね。めっちゃ強くね。これ5じゃない？これ多分補正ついてそうなんで5で行きたいと思います。最高速がめっちゃ高いですね。めっちゃ使えると思います。次はこちらですね。なんかこれケーニングセグのパクリみたいな車ですけども、めちゃくちゃ性能いいですね。まあ、ちょっとニトロ悪いのかな。ニトロ悪いですけど、それ以外めっちゃ神ってるんで、これも5でいきたいと思います。今回強い車多いな。やばい。強い車が多いし。A クラス最後、こちらのね、またデトマソですね。いや、これはね、どうなん？鍵車だけど、これ4じゃね？高速さ、鍵車にしては低いんだよな。なので、鍵車っていう意味で4でいきたいなと。S クラスです。で、もう皆さんお分かりの通りやばい車があるんですけど、まず、こちらサリン S7 ツインターボ。これ、加速遅いですけど、それがめっちゃいいんで、4でいきたいと思います。次は、もう、化け物マシンに突入かなの前に、全部がいました。こちらですね。これはやばいね。ニトロがな、でも、悲しいな。でも、かなり使えそうなんで、5でいいんじゃないですか、これは。最後ね、デビル、もうこれ絶対5ですよね。これもう5すぎ。もう最高速度やばいよ。何552キロってもう水色みたいに突っ切っちゃってますからね。552キロ意味がわからん。というわけで、これも本当に意味がわからないんですけど、新車はこんな感じという風になってます。4つ目のね、変更点は、クラブ画面の表示の仕方が変わったんですけど、まずそれどこが変わったのかっていうと、今までだったら、このショールームにあったところに、ここがあったと思うんですけど、それが消えてしまって、どうやって行くのと思ったら、チャット開いたらね、こうクラブ画面に移動っていうのがあるんですけど、これ行ける人行けない人がいるみたいで、なんか年齢制限されてるのかな。これもなんかドライバーの人たちとかも普通になんかチャットできるようになってたんで、もしかしたらもう全員チャットできるようになったのかな。多分それも全員なったんじゃないかなって思いますけども、このチャットの方からクラブ画面に行けるという風になってますけど、チャット開けない人これどうするんやっていう話ですよね。まだチャット開けない人がいるんだったらちょっとこれは悲しすぎますね。ということで、5つ目の変更点は新クレジットですね。緑の750の。これですね。シーズントークンですけれども、こちらですね。カードパックでいろいろ来てるんですけど、トークンと見間違えてしまうと、高っかって思うんですけども、スペシャルイベントマルチ1のこの猫ちゃんのパックの中身で、これはシーズントークンで引けるようになってますね。でも1連が800とか900とかになってるんで、割と高めなのかな。稼ぐのはちょっと時間かかりそうな感じですね。1連で1000だから、トークンってついてますけど、普通のトークンとはだいぶ違うのかなと思いますね。はい、これどこで稼ぐのかっていうとね、このスペシャルイベントの、今これちょうどアゲラーレースのイベント来てるんで紹介しやすいんですけれども、このアゲラーレースのイベントとかのこのレースに勝利とかこういうスペシャルイベントとかでもらえるのかな。まあデイリーとかでももらえるんだと思うんですけど、そういうところで稼いでいくと1レース750って結構もらえるようになってますね。というわけでシーズントークはこのくらいかな。6つ目の変更点は新コースの追加ということで、ノルウェーとトスカーナが来た感じなんですけど、ここの新コンテンツから今画面に表示されてる田舎町っていうかなんか農業が盛んそうなね、このコースがトスカーナとなっております。で、トスカーナに関してはプラレとマルチで現時点で使えるようになってるんですけど、ユナイトになったらプレイスとかでも使えるようになるんじゃないかなと思います。こちらですね。これが一番メインのね、新コースなんじゃないかなと思っております。ノルウェーですね。いや、ノルウェーはね、なんかめちゃくちゃ難しそうなコースで、いろんな人が難しい、絶対事故るみたいに言ってるんで、もう絶対俺じゃ攻略できないだろうみたいな、そういう感じのコースになっております。
7つ目の変更点はスポンサー機能の追加ということで、どこから行くのかって言ったら、こちらのトークンとか今までデイリーでもらえてたところですね。はい、で今ちょうどグッドタイミングということで、こちらのスポンサーはですね、自分の好きなメーカーとか選べるようになってて、例えば僕だったら永久スポンサーにつけてたんですけど、契約満了ということで、メイン報酬がクレジットとトークンという風になっておりますね。これね、ランボルギーニとかね、フェラーリとかあるんですけど、たくさん設計図がもらえたりするので、かなりいい機能なんじゃないかなとは思いますね。でもこれね、デメリットが一つだけあって、絶対毎日永久にログインしないといけないという風になっております。それではね、早速最終報酬の方を受け取っていきましょうか。ありがとうございます。ということで、次はどこのメイン報酬にしようかな。まあでもね、TD とかも全部持っちゃってるんで、でもトークン200欲しいんで、次はフェラーリで行きたいと思います。じゃあフェラーリちゃんお願いします。14日間ログインか。割と長いですけど、まあいいです。早速単発パックの方もらっていきましょう。バレッジレベル16ってあるんで、バレルで変わっていくのかなっていう風になっていくんですけど、このようにワイルドカードがもらえたり、インポートがもらえたり、あとはクレジットですね。これいいよね。めっちゃもらえる。トークンも70とめちゃくちゃもらえるようになってます。さあ何が出るのか。OS プラスのアップグレード加速一気に3枚ありがとうございますということで、これはもうさっきのになります。それがハントですね。こちらです。12月20日からの20日間にわたり、特定のコース上に黄金のギフトが出現。デイリー宝箱をゲットして豪華報酬手に入れようということで、なんかね、いろいろ設計図がもらえたりとか、いろいろね、もらえるようになってるんですけど、まあ、これね、来てないんでまだちょっとわかんないですね。来たらまたトレジャーハントの動画も出していきたいなと思っております。というわけで、以上が全8つの変更点になりました。めちゃくちゃ追加されたね。でもこれもやっぱり全機種統一しないといないとにならないので、ということでめちゃくちゃね、いろいろとアップデートしてくれたのかなと思います。はい、ということで今回はナイト移行前に実施されたアップデートに伴う全8つの変更点についてそれぞれ詳しく解説したんですけど、動画でお伝えした以外のことで、ここってどうやってやるのとかね、もっと詳しく教えてほしいということがあれば、俺に分かることならお答えしますので、ぜひコメント欄で教えてください。最後にお礼とお知らせがありまして、俺がね、このチャンネル始めて、来月頭1周年になるということで、この1年の動画を見てくれた視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。私はチャンネル開設1周年に感謝を込めて、久々のスタンド集を出そうかなと思ってて、8月4日の日曜日13時半からは1周年感謝ライブもやる予定です。なるべくたくさんの方に遊びに来てもらえると僕もめちゃくちゃ嬉しいので、忘れないよう今のうちにチャンネル登録と通知設定してお待ちください。そんじゃ、バイバイ。